こんにちは。今回は原油の加工工場兼発電所が完成しましたので紹介します。まずは原料となる原油と水の輸送ラインから紹介します。前回の動画では原油と水をパイプラインで運んでいましたが、それを容器に詰めてコンベアで運ぶように作り直しました。パイプラインで600毎分の液体を輸送できないか、いろいろ試行錯誤をしてみたのですが、流量が安定しないのでこの形になりました。ちなみに水は4800毎分、原油は1800毎分で輸送しています。そして液体用のタンクは撤去して各設備へ均等に原料を供給するための分配器を設置しています。ここでは水は設備別に10分割、原油は5分割にしています。床下は空の容器を供給元へ返すために11本のコンベアが設置されています。2階は廃重油と石油コークス、そして合成樹脂からゴムを製造する設備を設置しています。廃重油は精製機60台で合計2380毎分を製造しています。また合成樹脂は合計で1190毎分の生産数になります。こちらは合成樹脂からゴムを生産する設備で、精製機24台、合計で456毎分を生産しています。ここで生産されたゴムはリサイクルプラスチックの原料となります。
ここでは石油コークスの生産設備と余剰の合成樹脂から布を生産する設備、そして余った石油コークスを燃やすための石炭発電を設置しています。この精製機が布を生産する設備で30枚分の布を生産しています。壁で覆っているので分かりにくいですが、これが石炭発電設備です。ちなみに余剰の石油コークスを燃やしているので、発電量も28メガワット程度しかありません。ここから後ろの精製機が石油コークスの生産設備です。6台設置していますが、生産数としては4台相当の480枚分となります。ここの充填機は残留ゴム生産用の水を容器から取り出しています。後ろの高いパイプラインは余剰の水を布と石炭発電の設備へ送るための配管です。ゴムの製造設備へ供給する水を優先させるためにオーバーフロー配管の構造になっています。液体タンクを充填機と同じ高さに設置していますので、タンクから逆流してこないように用程ギリギリの10メートル高さになっています。ちなみにこのコンベア上で流れている石油コークスとプラスチックは原油の余剰分から生産されています。余談ですが、この工場は八角形の形状になっていて、精製機18台分のスペースを一つの区画として作っています。そのため、台数が多い場合は、複数の区画に設備を分けて設置しています。ここは廃重油の生産に必要な原油を容器から取り出しています。設備は充填機を36台設置しています。
ちなみに、上につながっているパイプラインはオーバーフロー用です。ここの精製機は余剰の原油をプラスチックに、そして排出される廃重油から石油コークスを生産しています。こちらの分岐器は原油を取り出した後の空の容器を供給元へ送り返すための均等分配です。最初は原油と水に使用した空の容器をまとめて分配するつもりでしたが、ラインが複雑になるので、原油と水で系統を分けることにしました。ここは原油を取り出している設備の下にある廃重油の均等化用のパイプラインです。5箇所で生産された廃重油を燃料の生産用に4系統に分配、余った廃重油を石油コークス生産用に分配しています。3階は燃料とリサイクルプラスチック、リサイクルゴムの生産設備を設置しています。ここの設備は容器入り水と廃重油から容器入り燃料を生産しています。設備は精製機64台、生産量は合計で3840毎分となっています。
ここは容器入りターボ燃料と圧縮石炭の生産ラインとなっています。ターボ燃料を容器に詰めている理由は、発電設備が最上階にあるためです。この工場は1階層が60メートルあり、発電機はここから240メートル上にあるので、安定のためにコンベアで輸送することにしました。こちらの圧縮石炭は、組み立て機を12台設置していますが、生産量は10台相当の240毎分となっています。ここはリサイクルプラスチックを生産しています。設備は製製機16台、生産量は合計で912毎分となっています。ここで生産されたプラスチックの一部はリサイクルゴムの原料として送られています。ここはターボ燃料の生産設備です。製製機8台で240毎分の生産量です。レシピは圧縮石炭と廃重油を原料とするターボ重油を使用しています。
ここはリサイクルゴムを生産しています。設備は製成機14台、生産量は合計で840毎分となっています。4階から6階は発電機と燃料の取り出し設備を設置しています。構成は4階と5階に合計で246台の燃料発電機、6階に53台のターボ燃料発電機となっています。ここは燃料の取り出し設備です。同じ設備が4階にもあり、そちらは発電機への燃料供給用、5階はリサイクル系への燃料供給と発電機用です。上の設備はこのフロアの各充填機に容器入り燃料を均等に分配するための分岐器を設置しています。この辺りのパイプラインはリサイクルゴムとリサイクルプラスチックの製造に必要な燃料が優先的に流れるように発電機へのパイプラインを少し高くしています。
ここの設備は、余剰の燃料を容器に詰めるための充填機と、その空の容器を製造する製作機です。6階は、ターボ燃料を使用した発電機と、その燃料を容器から取り出す設備。そして、燃料生産に使用した空の容器を、容器入り水を生産する設備へ戻すための均等分配構造があります。ここと同じ設備がもう1箇所あり、各設備から送られる空の容器を9本のコンベアにまとめて、それを半分に分けてこの均等分配に送っています。上から見ると、こんな構造になっています。中央の分岐器で左右に分けて、それぞれのコンベアを4系統に分割しています。今回の動画は以上となります。本ゲームが年内に製品版となるそうなので、次回は製品版が来てからになるかと思います。追加要素があるようでしたら、その時にはそれも取り入れて工場を作っていきたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。